皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、YouTube チャンネル登録者数48万人のフィーフィーさんの動きが YouTube で消えている件について解説していきます。YouTube には様々なチャンネルがあり、エンタメ系を中心としてチャンネル登録者数が1000万人を超えているような大人気チャンネルなどもあります。様々なチャンネルがあるわけですが、時事ニュースについて取り扱うチャンネルもそれなりの数あるものです。このジャンルでは、チャンネル登録者数が何十万人単位といったところが、いわゆる上位の人気チャンネルで、X などでも合わせて多く拡散されるものです。中には時事的な話題でそれがネットを飛び越えて選挙などにも影響を与えることがあります。そうした状況の中でチャンネル登録者数48万人というのは上位なわけですが、フィーフィーさんの動きはここ最近なくなっている理由がインターネット上で話題となっていました。なぜフィーフィーさんの動きが YouTube 上でなくなってしまったのか、早速その原因をご紹介していきます。フィーフィーさんの YouTube チャンネルがこちら。チャンネル登録者数は 48.2 万人、2286本の動画が投稿されています。概要を見ると、2019年11月24日 YouTube が始動し、そこから順調に登録者数が増加。2020年中に登録者数は10万人、20万人。2021年に30万人。22年には総再生回数1億回突破。2023年には登録者数が40万人。同年、総再生数が2億回を突破しています。ただ、連日のように動画を投稿していたフィフィさんなのですが、最近の動画を見ると3週間前でピタリと更新が止まっています。その理由はフィフィさん自身が X のアカウントで公開しています。YouTube のフィーフィーチャンネルについてのお知らせ。5年間フィーフィーチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。今後チャンネルが更新されることはありません。理由は制作者の方と私と2人で共同制作で配信してきたチャンネルですが、私がチャンネルのパスワードを知らないために更新ができない状況だからです。そのため、こうした経緯を私からフィーフィーチャンネルでお伝えすることができません。フィーフィーチャンネルは5年間制作の方に7割の収益が支払われていました。制作側の経費についてはほとんどかかっていません。撮影場所についても5年間、私が自宅とは別に撮影場所を確保していました。その他、動画の原稿を事前に用意したり、いろいろと私の負担が大きかったこともあり、収益の割合を含む契約内容の見直しを何度も制作の方に求めました。しかし、この5年間、契約内容が見直しされることはありませんでした。それどころか、制作の方は自分が Google と契約したという理由で、私が配信をやめるのなら、フィーフィーチャンネルを売ると言っています。48万人もの登録者がいる自分のチャンネルを取られてしまう形になるので、やめることもできず、その後も動画配信を続けてきました。制作の方とは今も連絡が取れないので、この先もフィーフィーチャンネルが更新されることはありません。今後のチャンネルについての話し合いや、収益の支払いなどの話し合いもできてはいません。ちなみに、所属事務所は、フィーフィーチャンネルについてはノータッチで、ただ応援してくれていました。私の周りで支えてくれていた人たちや、私の家族はこのような契約内容で仕事をしていたことをこれまで一切把握していないのでショックを受けています。でも前に進むしかありませんので、この先も前向きに活動していきたいと思います。今後のフィーフィーによる動画配信ですが、近いうちにまた皆さんにお伝えできると思います。これまでの動画では笑顔もなく硬い表情でなかなか自分らしくできなかったので、今後は自分のやりたかったことを自分らしく明るく楽しく発信できるようにしたいと思います。その時はぜひ応援してください。また新たな形で皆様に楽しんでもらえる配信をできるよう頑張りますので、少しの間待っていてください。といったことがフィーフィーさん自身の言葉で語られています。まず確認なのですが、フィーフィーさんはサンミュージック所属で、サンミュージック自体は YouTube チャンネルについては全く触れていないということです。その上で制作運営の株式会社フロンティアとの間でこの問題が発生したとしています。フロンティアの X のアカウントがこちら。2019年3月から X を利用していますと出ていますが、X での発信は2021年11月13日、
PP さんが YouTube を始めて2年目で初めて100万再生達成といった言葉でここで終わっています。これ以後の更新は全くなされておらず、制作会社として YouTube の広報活動をしていたようには見えません。また、PP セカンドチャンネルとされるものもあったのですが、こちらも更新は3年前で止まっており、こちらも実用性は全くないでしょう。というわけで、フィフィさんのチャンネルが更新されなくなった理由というのは、チャンネルのアクセス権を持っているのが制作会社側で、そのアカウントも制作会社側のもので、フィフィさん自身が管理画面に入ることができず、更新したくても更新できないといった状況に陥っているからです。また、制作会社側とフィフィさんとの間における収益の分配も明らかにフィフィさんにとって不利なものとなっています。7割が制作会社で3割がフィフィさんというのですが、やっている実動の仕事としてはフィフィさんの方が重いわけですから、これは非常に不平等な状態だと言えるでしょう。特に時事ニュースについて話をしているのに、その話す内容について考えるのがフィフィさん自身というのであれば、そのコンテンツの中身はそのほとんどがフィフィさんの手によって作られたものと言えます。アカウントを管理しているからであるとか、テロップを入れているからといったような話で収益の7割を持っていくというのはあまりにも説得力がありません。ちなみに YouTube の世界においては、一人で活動するのがちょっと大変だなと思って事務所に所属される方もおられます。これらの事務所いくつかあるのですが、有名どころでは UM の名前が挙がるでしょう。UM の場合であれば確か事務所の受け取りは2割程度だったと言われています。しかしそれでも事務所に所属した後で辞める方といったものもたくさんいます。実際のところ事務所に頼るといった部分では、例えば企業や企業案件、そういったものがあった時に自分自身ではなく事務所を間に挟んでやり取りをしてもらうなどのちょっと自分たちでやるのは大変だなと思うような業務があった場合には役に立つのですが、単純に自分たちが企画を考え動画投稿するといっただけであれば、特に事務所の力を借りる部分があんまりないといったことがあります。確かにアドバイスを受けることもあるでしょうし、そのアドバイス通りにやればうまくいく人もいるでしょう。しかしほとんどの人にとっては、結局のところ自分自身動画を投稿していて、何が問題でどう直すかも自分で分かっているし、結局のところ自分自身の力が一番大事だなと思って事務所の力を頼らないといった形になる人の方が多いわけです。ただフィフィさんの場合であれば、そういった不平等だなという状態であっても、チャンネル登録者数が伸びてきて、それでいて辞めるという場合においては、チャンネルそのものを売ってしまうというようなことを言われて、続けざるを得なかったと言います。このような話については残念ながら、確かにチャンネルの売買といったものは行われています。これは YouTube のチャンネルだけではなく X や Instagram などフォロワー数が多いことを理由としてそれ自体で売買が成立することもあるのです。買い取った人はそれまでの投稿を一気にざっくり消した上で新しい活動を始めるといったこともあれば、あたかも続けているかのように装うようなことをして乗っ取ることもあります。やり方はそれぞれ違うのですが、そういうことを行う人たちもいるといったことは覚えておいた方が良いでしょう。ある日、自分が登録した覚えのないようなチャンネルの動画が自分のアカウントページに更新リストとして載ってきたら、そんなことが背景としてあったんだなということを想像させることができます。では、今後、PP チャンネルに登録していた人がどうすればよいかなのですが、これは PP さん自身がもうこのチャンネルでの動画更新が望めないという話をしているので、いずれこのチャンネルは誰かの手に渡ってしまうだろうなということを見越して、もうチャンネル解除して良いと思います。その上で、X の本人のアカウントをフォローして新しい動きが出たら、その時ついていこうぐらいな感じで見ておけば良いと思います。PP さんは X のアカウントでのニュースについての発言を継続的に行っていますから、何か新しい動きがあれば X のアカウントで広報がなされることでしょう。ちなみに今回フィフィさんは事務所に頼ったといった部分があったわけですが、このやり方そのものが全く間違いというわけではありません。事務所に所属するというよりは、フィフィさんぐらいのチャンネル登録者数がある場合においては、スタッフを雇うだけの収益はあります。いっそのこと、自分のファンの中から
動画編集スキルの高い人を募集してスタッフとして雇うぐらいのことをしても十分収益としては成り立つことでしょう。というわけで今回は時事ニュース解説という意味では一応私と同じジャンルであるフィフィさんのチャンネルの動画更新停止についての事情を解説しました。こういった YouTube チャンネルでの活動が止まるときは大抵は YouTube 側の運営と何か圧力が生じた時の方が多いのですが、今回はちょっとそれとは違ってアカウントの持ち主がフィフィさんではなかったといったことが原因となっていました。時事ニュースについての話題を取り扱うチャンネルの動画を見ている人は、その話題についてある程度自分自身の知識も豊富な人が多いです。聞いているばかりではなく、自分が発信する側になったらといったことも考えて、その時にはやるのが大変だから誰かの手を借りようではなく、最初はまず自分自身で手探りでも良いから投稿を始めてみることをお勧めします。5年10年前に比べれば YouTube の動画を撮ったり配信することそれ自体の難しさといったものはどんどんと難易度が下がっています。それこそ YouTube の動画でそういったやり方を配信する人たちがものすごくたくさんいて、How to 動画を作ればまずは再生数が稼げますよといったところでの指南も行われているぐらいです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。繰り返しますが、フィーフィーさんの X のアカウントをフォローすることによって今後の動きについていくことができます。フィーフィーさんは X のアカウントで動画投稿が停止した後も積極的に発言を繰り返していますから、何か新しい動きがあった時には必ず広報がなされることでしょう。また、ものすごいついで話なのですが、私自身も X のアカウントを持っていて、動画投稿していない話題についての書き込みをしていることもあります。ぜひともこの機会に私のアカウントもフォローしてくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。